どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この部屋に引っ越してきてからもう半年ぐらいが経ちまして、だいぶインテリアなんかもねまとまってきましたので、今日はこの部屋のルームツアーをやってみたいと思います。この部屋は都内の賃貸マンションで、間取りは 1LDK と、あとルーフバルコニーがねあります。ここに僕とこのフレンチブルドッグのこたつくんと、あとベタのみかんくんと、あとたくさんの植物と一緒に暮らしています。前の部屋で使っていた家具ももちろんいろいろあるんですけども、この部屋に引っ越してきてから新たに迎え入れた家具なんかもねありますので、あとこの部屋に合うようにリメイクした家具なんかもありますので、そのあたりもねまとめて紹介していこうと思います。はい、そんな我が家ですけど、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。ではルームツアー行ってみましょう。まずはリビングスペースから紹介していきます。リビングはこんな感じで、ホワイトをベースとした部屋にグレーの家具とか、あと差し色にオレンジとかブルーを取り入れてみています。前の部屋は南向きの大きな窓があったので、日中はねかなり日が差し込んできていて明るい部屋だったんですけど、この部屋は東と北に大きな窓がある部屋なので、昼過ぎとかになるとね前の部屋ほど明るくないんですよね。なのでちょっと明るくカラフルな家具とか雑貨を使うことで部屋が沈んだ感じにならないようにしています。北欧インテリアの考え方にねちょっと寄せてみた感じですね。はい、そんなね家具を紹介していきましょう。はい、まずはソファーですね。ソファーは前の部屋からずっと引き続きこちらのアイラー製のソファーを使っています。ストリームラインミニというやつですね。横幅180センチの3シーターです。ソファー広々していて座り心地もいいし寝心地もいいのでね、ここでよくこたつと一緒にくつろいだりとかしてますね。3シーターでね横幅結構ありますので、僕とこたつがねこう横に座ってもこれぐらいねゆったり座ることができますし、足伸ばしてね横に寝たりしても十分ね余裕があるのでリラックスすることができますね。でちょっと前にこれ張り替えをしていて、ファブリックも最初に買った時よりね少しいいやつにしたので、肌触りとか座り心地もね格段に良くなりました。でここにねこの可愛いクッション2つ置いてますけど、こちらは BFGF のクッションです。アイラー製のソファがこんな感じでグレー一色のね単色なので、少しねアクセントになるようなクッションをと思ってこちらをね選んでみました。イラストが可愛いですよね。でこの大きいクッションはこれはアイラー製のクッションなんですけども、こちらもねグレーなんですけど、ソファーとね少し色味を変えています。少しね緑がかったグレーをね選びました。部屋の中にね結構グリーンがあったりするので、そこと少し調和するかなと思って、あえてソファー本体と同じ色じゃなくて少しね緑がかった生地にしてます。はい、ソファーこんな感じですね。でソファーの横にあるのが IKEA のディブリンゲですね。大人気のパーソナルチェアですね。これも結構ふかふかで座り心地よくて、来客があった時とかね僕はここに座ることが多いですね。結構座面も大きいので座り心地かなりいいです。でこれ最初はねブラックとグリーンとかしかなかったんですけど、昨年かなこのオレンジが出まして、発売と同時にねすぐに手に入れましたけど、やっぱりねこの部屋にはこのオレンジかなと思って選んだんですけど、すごい気に入ってます。でこのクッションがデザインハウスストックホルムのノットクッションというね縄を編み込んだようなデザインのクッションです。これにそっくりなクッションねいろんなところで見ますけど、一応多分これがオリジナルなんじゃないかなと思います。でこのソファーの中心にあるのがヘイのスリットテーブルウッドですね。ブルーの方が35センチでブラウンの方が45センチです。この2サイズをね組み合わせて使ってます。でこのテーブル自体ね結構軽いので持ち運びしやすくて、サイドテーブルとして使ったりとかもねできます。このねデザインもヘイらしいというかねすごい気に入ってますね。でこちらがモンタナのパントンワイヤーですね。サイドテーブルとして使ったりもできるんですけど、このようにアートピースとして使っています。いろんなねカラフルなアートブックとかをここに組み合わせて置いています。ダメだよ。でこのパントンワイヤーの上にはヘイのカタログを置いているのと、その上に IKEA のフラワーベースと、あとこの写真はね下北沢のソーファットヴィンテージさんでポラロイドで撮っていただいたこたつの写真で、これ2枚撮っていただいて1枚いただいたんですけど、もう1枚ねソーファットヴィンテージのお店に貼ってあるのでね、ぜひ皆さん見に行ってみてください。で IKEA の一輪挿しに挿してるのがタユタさんで購入したダリアですね。朝日手まりというね可愛い名前のダリア、この鮮やかなレッドがめちゃくちゃ気に入ってます。
でパントンワイヤーのこの本の上に置いてるこちらがファンダメンタルベルリンのグラビティトレイというもので、こんな感じでね格子状になっていて、こういう風に歪ませると色が赤とブルーに切り替わるものですね。でこの部屋に来てね新たに迎え入れたシンボルツリーの一つがこちら、ドラセナコンシンネ。この大きく展開する葉っぱが印象的な観葉植物ですね。でこのコンシンネを入れている鉢のカバーなんですけど、これもねヘイのペーパービンというものなんですが、でこれね内側オレンジで外側をグレーにしたかったんですけど、オレンジのやつの外側はクリーム色でグレーの内側はね緑とかなので、これ2つね重ねてこんな感じにしています。2つ重ねることで外がグレーで内側がオレンジとなるようにしています。2個使いですね。でその奥にあるのがこちらもヘイの PC ポータブルランプです。ポータブルなのでね持ち運びもできるんですけど、こちらにね据え置きで使っています。でコンシンネの上のあたりに時計がありまして、こちらはアバウトウォールクロックというものです。このちょっと落書きのような感じのゆるい書体でね書かれた文字盤が可愛いなと思って、リビングの時計の一つとして使わせていただいてます。でソファーの向かい側にあるのがこちらですね、 USM ハラーです。こちらはね購入した時の動画も上げてますけど、好みの色であったり大きさとか扉の形とかもね選ばせていただいて、この形のものが出来上がりました。カラーはマットグレーなんですけど、もうこれを中心に割と部屋のねインテリアとかも変わっていったってところもありますね。部屋の中でもかなり存在感のある家具の一つになってます。このマットシルバーのパネルとこのスチールのフレームだったり、このノブの部分とかね、この辺りすごい美しいですよね。でこのハラーの上にはいろいろとインテリア雑貨を置いてまして、まずこちらがメゾンキツネとハノイアのジュエリーボックスですね。こんな感じで中箱になってます。ちょっと何も入れてないですけど。でその後ろにあるのがヘイのブックエンドです。ブックエンドなんですけど、こんな感じでアートピースとして置いてます。で下の段にはこういったねアートブックとか置いてます。で下の段右側にはこれがねパロマーのシティラジオというものなんですけど、スマホと Bluetooth 接続してアプリをね設定すると、このボタンを押すと世界中のラジオが聞くことができるというね面白いガジェットなんですけども、ちょっと Bluetooth の接続が不安定なので今ラジオとしてはほとんど使ってなくて、こんな感じでオブジェとしてねここに置いてます。デザインがすごい可愛いのでオブジェとしてもめちゃくちゃいいですよね。あとハラの上右端にはこのフレンチブルドッグの置物と、あとはミッドセンチュリーモダンで購入したリンゴのオブジェ置いてます。でその後ろには IKEA のシムリスハムーンというね2灯のライト置いてます。価格はね IKEA 価格でかなり安いんですけども、この表面の部分はねすりガラスみたいになっていて、あんまりチープさを感じさせないランプですね。でこのハラーは収納力が結構あるので、こんな感じでカメラ機材とか全部ねここに収納しています。カメラのレンズがだいたい8本ぐらいいつもこんな感じで入ってるのと、あとは今使ってないですけどこのサブカメラとか、これ α7-4 ですねとか、あとはライカの M10R とかこうカメラ本体も入れてます。あとこの奥にあるのが富士フィルムの XT20 というね APS-C のカメラなんですけど、僕が YouTube を始めたばかりの時はずっとこちらを使って撮ってたんですけど、もう今はね全く使ってないんですけど、思い出として今もね撮っといてます。でカメラをこんな感じで入れてるので湿度がすごい気になるところなので、こんな感じで充電式の除湿剤、ここからプラグ出せて、でこれを充電すると何回でも使える除湿器ですね、こういったものを入れてます。で湿度管理はこちらのスイッチボットの温湿度計でしっかり管理してます。ちょっと出しただけでどんどんもう 67% とか上がってきちゃうんで、これ 60% 以下になるようにコントロールしてます。で上の段にもコンデジとか、あとはねバッテリーとかいろいろ入れてます。オズモポケット3とか、またその奥には GoPro ですね。こちらはリコーの GR3X ですね。こちらはリコーの CX1 というね結構昔の機種なんですけど、片付けしてたら出てきたのでここに置いてます。あとはゼンハイザーのマイクとか置いてます。でこっち側はねバッテリーとか細かなカメラ機材ですね。でこのケースはヘイのカラークレートというねミニサイズの折りたたみケースをこんな感じで置いてます。オレンジとホワイトをこんな感じで交互に置いてます。はい、ハラの左側はこんな感じで基本的にカメラ機材を収納しています。結構たっぷり入りますよね。で右側の棚なんですけど、こちらはね手前にこう扉が開くようになっていて、こっちにはね薬とか、あとこっちは DVD とか入れてますね。あとはプレステのコントローラーとか、こんな感じのものを入れてます。はい、USM ハラーの周りはねこんな感じですかね。
でリビングスペースを照らしている明かりはこちらのヘイのペーパーシェードですね。50センチのものを使ってます。ペーパーシェードだとイサム・ノグチの明かりとかも有名だと思うんですけど、明かりはね少しこうフレームの部分が有機的な感じなので、この部屋にね合わせるのであればまっすぐなフレームの方がね合うかなと思いまして、こちらのヘイのペーパーシェードを選びました。この部屋をぼんやり照らす感じすごいいいですよね。で下に敷いているこちらのラグマットは IKEA のストエンセというラグマットを敷いています。確かに1万円台とかで買えるかなりコスパの高いラグですね。割と毛足も長くて質感もいいんですけど、かなり安いというね、もうコスパめちゃくちゃいいラグですね。こたつもねこのストエンセお気に入りで、この上でぐるぐるね追っかけっことかよくしてますね。でこちら側の壁にはこの美隠し棚大きいのが3つあるのと、その横にはねドローワラインを1本立てています。まずこの美隠し棚ですけども、もともとねこれ廊下に置いていたんですけど、もう廊下が通れないぐらいにね葉が展開してきてしまっているので、リビングスペースに持ってきました。うちの中でもかなり存在感のある美隠し棚ですね。でドローワラインにはこんな感じでトレイとか置いてるんですけど、このトレイはもともとナチュラルウッドの明るい木目調だったんですけども、こんな感じでねコンクリート風の塗料をね塗りました。部屋にあるグレーの家具とかと合うようにねこんな感じでリメイクしてみました。でドローラインの足元にはまず空気清浄機ですね。エレクトロラックスの空気清浄機と、その横にはアーノルドサーガスツールと、その上にこたつのおもちゃを IKEA のカゴに入れて置いています。でその奥にもねマイトンのポスターを1枚置いてます。でリビングスペースの脇、この玄関に向かって IKEA のこのチェストのベストを置いています。結構横長に見えますけど、扉2つ分の横長のベストと1つ分の正方形のベストを組み合わせて置いてます。でこれ前の部屋ではね黒ベースのベストを使っていたんですけど、実はそれにリメイクシートを貼ってこんな感じで白いベストにしています。本体に白いリメイクシートを貼って、扉はこのコンクリート風の扉に買い替えて取り付けました。前使っていた黒いベストとはね全く思えないぐらいね別物になりましたね。最初に言った通り部屋がね結構グレーの家具が多いので、それに合わせてこんな色にしてみましたけども、かなりねマッチしたんじゃないかなと思います。でこのベストの上に置いているものを左から順番に紹介していきます。はい、まずはこちらですね。先代のこたつくんの家、リビングのソファーから一番見やすいところにこたつにねいてもらってます。毎朝これに手を合わせてね、今日もゆっくり寝るんだよって言ってます。今うちにいるこたつはねまだ7ヶ月とかなんで幼い顔してますけど、この先代のこたつはねやっぱりこう見ると貫禄ありますよね。でその隣はインテリア雑貨をねこんな感じでいろいろ寄せ集めてます。一番後ろにあるのがマイトンのポスターですね。ヌーンというポスターを置いてます。でその手前にはお香ですね。こちらはアポテーケフレグランスのインセンススティックとか、あとはダンローのパロサントとか置いてます。こたつを迎え入れてからはねお香は焚いてないので、今はね置物になってますね。で他にもねお香立てとか、富ヶ谷の JAU で買ったアークトレイとかね置いてます。でこちらもお香なんですけど、これねリリー・シュシュのすべてと書いてますけども、映画をねモチーフにした香りが楽しめるお香です。他にもねいろんな映画作品をイメージしたお香がねこのアグニ東京で購入できます。コンセプトが面白いですよね。あとはイソップのアロマティックインセンスとかも置いてます。これもね今使ってないので置いてるだけですね。でこの後ろにあるのはリバースインセンスホルダーというねお香を逆さまに挟んで炊く台ですね。これも今使ってないので、こんな感じでね刺繍キーホルダーを下げてます。これは代官山の01ルームさんで購入したエンジュールっていうね台湾の刺繍ブランドの刺繍キーホルダーです。刺繍のクオリティがめちゃめちゃ高くて、フレンチブルドッグのお尻がねとても可愛くて一目惚れして購入しました。でその下にはいただき物のフレンチブルドッグデザインのカレンダーを置いてます。これも可愛いですね。でその横にもねこのフレンチブルドッグの歯ブラシ立てなんですけど、これ単品で置いてます。あとこちらはチューレスのスパイラルホルダーですね。バネ状の、これもね一応歯ブラシ立てとかなのかななんですけど、ここにねイソップのレバナンスハンドバームを立ててます。でこのグリーンのタイルのトレイはジャーナルスタンダードファニチャーで購入したアクセサリートレイですね。その上にはこちらもねプレゼントしていただいたフレンチブルドッグのフィギュアですね。これも可愛いですね。でその横にあるこちら、これはね日めくりカレンダーなんですけど、台湾に旅行に行った時にニーハオウーハオというお店で購入したティンティンシャン台湾って読むのかな、一枚一枚に台湾あるあるが書かれている読み物としても面白い日めくりカレンダーです。
10月18日マンゴーはそろそろおしまいです。こんな感じのね、台湾に関係する雑学とかがね書かれている面白い日めくりカレンダーで、ベストの一番右端にはこんな感じでスロープブックエンドというね、こうボーリングの球みたいなやつで本を留めておくブックエンドにインテリア系の、ね、雑誌を挟んで置いています。で後ろには YouTube の銀の盾も置いていて、で手前にはイソップのフレグランスを置いています。イソップのフレグランスもね、いろんな種類ありますけども、ダントツでお気に入りはこちらのタシットですね。これつけて人に会うとね、結構どこの香水ですかって聞かれること多いですね。であとこちらはヒュエルっていうね、ちょっとヒノキみたいな香りの香水、だいたいこの2本のどちらかつけてます。でその横にあるのが僕が持ってる唯一のアクセサリーともいえるオニキスのネックレスですね。金属アレルギーの僕でもつけられる素敵なネックレスで、それらをこのねシボネで買ったウッドコースターに置いています。でその横にあるのはマドエレンのポットポプリです。石にこのフレグランスを垂らすことによって部屋中にね香りが広がるというポットポプリです。これはスピリチュエーレというね草原をイメージしたような香りのフレグランスなんですけど、これを垂らすだけで部屋がほんとすがすがしい空気になってきますね。でその奥に玄関がありまして、玄関はねそんなインテリアとか特にこだわっていないんですけど、一応どんなものがあるか簡単に紹介します。まずこちらにイソップのルームフレグランス置いています。これはキティラっていうね、これも森林の香りになるもの、さっきのスピリチュエーレとこれねどっちかを使うことが多いですね。でその横にあるさっきのマドエレンのポットポプリと同じようなポットに入っているのが、これ実はこの中にはですね小銭がたくさん入ってます。外から帰ってきた時に財布の中に溜まった小銭をもう全部ここにね入れちゃいます。なるべくね財布は小銭ゼロの状態で出かけるようにしたいので、帰ってきたらねここに小銭は全部入れてます。でその横に小さいポットがもう一つありますけども、こちらはレシートとか入れてます。後でこれ整理するんですけど、とりあえず財布とかポケットの中の小物をね全部ここにしまってるって感じですね。で横の扉がこちらがねシューズボックスになっています。シューズボックス結構広いのでね、前のうちで溢れ返っていたスニーカーとかね靴が全部ここに収まりました。またオールデンとかね革靴も持ってますし、あとはねうちは結構スニーカーが多いので、スニーカーも使用頻度に合わせて取り出しやすいところに置くといった感じで収納しています。で最近よく履くスニーカーはもうこの玄関にそのまま出してる感じですね。で玄関から足を踏み入れるところにあるのがマイトンのラグです。本当はこれね横で使うと思うんですけど、ベストを置いちゃってるんでね、このスペースがあまり横幅がないので縦に置かせてもらってます。ガーデンというデザインのラグですね。はい、玄関周りはこんな感じで、またリビングスペース戻ってきまして、リビングの奥にあるダイニングスペースを紹介していきます。でこのダイニングスペースの中心にあるのがこちら奏で物のザ・カフェテーブルです。70センチ系のテーブルですね。基本的にここは僕一人で食事をとったり PC 作業したりする場所なので、70センチぐらいでちょうどいいかなと思ってこのサイズを選びましたけど、ちょうどいいサイズでしたね。で奏で物のテーブルはいろいろカスタマイズができるんですけども、こちらは天板にはリノリウムの素材を選びまして、この側面の部分はナチュラルウッドのカラーをね選びました。足も選べるんですけど、足は4本足にしてますね。でこちらのラタンチェアはノルのチェスカチェアですね。でこれもねフレームがこのナチュラルカラーのものとブラックから選べるんですけど、もう購入直前まで悩んでいたんですけど、インスタとかでねいろんな方の意見とかをいただいたりもしながら悩みに悩んだ末、こちらのナチュラルカラーを選びました。でもこれ大正解でしたね。めちゃくちゃ気に入ってます。はい、こんな感じのテーブルとチェアの組み合わせになってます。でチェスカチェアの向かい側にももう一脚こういったねチェアがあるんですけど、これはね前 PC デスクで使っていた岡村のコンテッサセコンダーなんですよね。こう見ると本当オフィスチェア丸出しな感じのデザインなので、このテーブルとかと合わせるとちょっと浮いてしまう感じがあるので、この背もたれ部分を隠す感じでこのマイトンのベッドスローブランケットをかけています。こうすることでねこのダイニングスペースのカラーにもね馴染むので、これをかけています。そんなわけでね PC デスクはねもうこの部屋ではね持ってこなかったんですよね。動画編集とかする時とかもこのテーブルに MacBook Pro 乗せてコンテッサセコンダに座って作業してます。でこのテーブルの上に置いているフラワーベースは下北沢のソファットヴィンテージさんで購入しました。ハートのようなデザイン、色味もデザインもめちゃくちゃ好きです。
でこれに入れてるお花、こちらもタユタさんで購入したユリですね。トライバルダンスというユリの花ですね。でこのタユタさんのお花はね、他では見ないようなユニークなお花いろいろあって最近お気に入りなんですよね。今まだお店はないようなんですけど、結構ね都内各所でポップアップでお店をね開かれることが多いので、インスタで開催情報とかねチェックしてぜひね足運んでみてほしいです。本当にね個性的なお花たくさんで見ているだけでも楽しいです。でその横にあるこちらの花瓶、こちらはアマブロのダブルウォールベースです。こちらもね代官山の01ルームさんで購入しました。そのさっきのお花屋さんタユタさんがその01ルームでポップアップをされていて、その時にこのダブルウォールベースも購入して、この枝物と先ほどのねトライバルダンスとか、あと最初の方で紹介したダリアとかね全部まとめてその時に購入しました。一気に部屋がね華やかになりましたね。01ルームさんのお店もねすごい可愛かったのでまた行きたいなと思ってます。でその横には壁にちょっとした棚をつけて、ここにねベゴニアを置いてますね。ベゴニアのフートエンシスで、その上には前の部屋からずっと使っています IKEA のバルムブリクストというねドーナツランプを置いています。これもねすごい部屋の中で存在感のあるランプですよね。でその上にはアーダエラーとコラボしたブラウンのウォールクロックを置いています。これは台湾の高尾のフォーミュラコーヒーさんに行った時にこの時計を見かけてめちゃくちゃ可愛いなと思って日本に帰ってきてから通販で取り寄せました。でその隣には結構大判のポスターを貼ってまして、こちらはね D ロールってインスタで広告が流れてきていいなと思ってそちらでこちらのポスターを選んで、これもね海外から取り寄せました。こんな感じでこの辺りにはねブルーとオレンジの差し色を組み合わせたようなインテリア雑貨とかをね寄せ集めた形になってます。で一番右側に見えるコートラックがヘイのニットというコートラックです。毛糸を編み込んだようなデザインのね面白いコートラックなんですけど、ここにもマイトンのタオルブランケットをかけています。あとこの横にかかっているハンガーなんですけど、こちらはねグルハンガーという、楽天で買ったんですけど、これもねデザインが可愛くてこのニットにかけておくとねいい感じかなと思ってこんな感じでねかけてます。でこのコーナーにはこんな感じで大きな植物2つ置いているんですけども、まずこちら側がエバーフレッシュですね。育て始めてから4年ぐらいですかね。最初は本当もう15センチとかかなりちっちゃかったんですけど、それがねもうこんな感じで我が家のシンボルツリーぐらいに、ね、なってきましたね。成長速度がとにかく速くてどんどん大きくなります。でその横にあるのがこちらモンステラなんですけど、これもね最初は葉っぱはねこれぐらいしかなかったんですけど、で高さもねこれぐらいとかだったんですけども、もう2年ぐらいですかねみるみる大きくなって、今ではねもう葉1枚がもう30センチ以上のね大きな葉を展開するようになってきました。この斑入りのねモンステラタイコンステレーションってやつですね。タイコンステレーションというのはタイの星座という意味らしくてね、名前も素敵ですよね。でこのモンステラの支柱にねこう刺してるのがラッキーシングスのプラントピンというねペットボトルの蓋をリサイクルして作った植物の支柱です。これもねデザインがめちゃくちゃ可愛いですよね。でこのモンステラを置いているのが IKEA のシルレというスツールです。これもね鮮やかなブルーでねこの部屋には合うんじゃないかなと思って取り入れてます。でその下にはヘイのドアマットを敷いていて、このねヘイのドアマットもオレンジとネイビーの組み合わせでめちゃくちゃこの部屋に合いますね。でその上に巻かれているこちらのコードなんですが、これは延長コードなんですけど、これ業務用の延長コードらしいんですよね。でもこの色がすごい鮮やかでこの部屋にも合うかなと思って、もうどうせね延長コードって絶対にどっかから引いてこなきゃいけないのでこちら選びました。で先端にこのファーゴのサチカラーというね USB の分岐ハブみたいなものを取り付けています。これもねこんな感じで組み合わせて置いておくとねインテリアに馴染みつつも実用的であるという感じですね。でこのドアマットの奥の壁際にもマイトンのポスターを額に入れて置いてるんですけど、これはねこんな感じでこの後ろにコンセントがあるのでこれをね隠すように置かせていただいてます。コンセント隠しとして使わせてもらってしまうのはもったいないぐらいにねアートとしてもすごい気に入ってます。こちらもガーデンというデザインのポスターですね。続いて出窓部分を紹介していきましょう。この部屋にはこう横幅150センチぐらいのね広々した出窓があったのでどう使っていこうかなと思ったんですけど、一瞬にして植物で埋め尽くされました。
また後で紹介しますけど、うちにはねすごい数の植物があるんですが、この辺りにはアロイド系と言われるね植物を中心に置いています。こういったアンスリウムであるとか、こっちがフィロデンドロンとかですかね。結構ね湿度を要するような植物が多いんですけども、意外とこの辺り上質でもいけちゃってますね。もうどんどん新しい葉っぱも展開してきていて、それぞれね購入当時からかなり成長しているんじゃないかなと思います。で結構多湿を好む植物はこの IKEA のオーケルベールの中に入れて簡単なね温室みたいな感じにしています。アロカシアなんかはねこの中入れてるんですけど、ここでもねもうどんどん育っていって、ご覧の通りねかなり大きい葉っぱがたくさん展開してくれています。でその手前にはマーシャルのスピーカーと、あとベタのみかんくんがいます。ベタのみかんくんは今日もテンション高めです。でマーシャルのスピーカー、こちらアクトン3というのを使ってるんですが、このねデザインもすごいいいですし、このつまみを回す感じとかねすごいアナログ感あっていいんですけど、何よりねやっぱ音がいいですよね。なので部屋で BGM とかかけるときはこのアクトン3を使ってます。でその横にもフラワーベースとかねいろいろ置いてまして、まずこちらもね下北沢のソーファットヴィンテージさんで購入した T シャツをモチーフとした花瓶ですね。何を入れるかずっと悩んでいたんですけど、一旦ねアロエを入れています。でその横のこの大理石風の鉢カバーに入れているのが金毛香というね、またこれも特殊な植物なんですけど、こんな感じで茶色いふさふさが生えているね中ばっかみたいな植物なんですけど、ゴールデンモンキーとかゴールデンチャウチャウとかいうね別名もある面白い植物なんですが、僕一度別の金毛香をね完全に枯らしてしまったことがあって、今度はね枯らさないように頑張ろうと思ってるんですけど、金毛香育てるの結構難しいんですよね。でその横にあるのがファットラバという花瓶ですね。西ドイツ生まれの花瓶なんですけど、まずこちらのブルーのファットラバは下北沢の世界クラスさんで購入しました。でこちらの2つ、これはボタナイトの横町健さんが私物放出会みたいなのをやられていた時に購入させていただいたファットラバです。ファットラバっていうのは太った溶岩という意味らしいですね。真ん中のやつとかまさにね太った溶岩って感じのデザインですよね。これもねそれぞれ個性あって面白いですよね。でその横のプランターは表参道のモマで購入したストラタのセラミックプランターです。これもこのデザインとこのねビビッドなブルーに惹かれて購入しました。で窓部分の足元にはこのようにスツールの上にコーヒーの木を置いています。このスツールはフリッツ・ハンセンのドットスツールなんですけど、ボンジュールレコーズの別注モデルですね。これもねこのブルーのシャープな足が素敵だなと思って購入しました。あと座面の部分も先ほどのねこのナチュラルカラーのチェスカチェアにも合うかなと思ってこれを選びました。でこのコーヒーの木の鉢カバーなんですけど、こちらも富ヶ谷の JAU で購入したキャプラデザインのフリルプランターというね恐竜の背中のようなヒレがついたデザインのプランターですね。このデザインもいいですよね。はい、ダイニング周りはこんな感じですかね。で出窓の横にあるのがこちらのコーヒーコーナーですね。僕の生活には欠かせないコーヒーコーナー。まずこちらの棚ですけど、これはね無印良品のステンレスユニットシェルフを使ってます。こちら導入した時のね組み立ての動画とかも上げてるので、詳しくはそちらご覧いただけたらと思うんですけど、組み立ても簡単だったし、コーヒーコーナーとしてもね非常に使いやすい棚ですね。でこちらのステンレスユニットシェルフの上にはこういった感じでねコーヒー器具をいろいろ置いてるので順番に紹介していきます。まずはこちらですね。こちら単品レビューもしていますけど、デロンギのマグニフィカスタートですね。ほんと簡単にエスプレッソだったりカフェラテが入れられるめちゃめちゃ使いやすいエスプレッソマシンです。ミルクスチーマーもついているので、こちらでね簡単にミルクフォームを作ることもできるので、僕みたいに初心者でも簡単にラテアートとかもね作れちゃいます。ほんと使いやすいマグニフィカスタートで、その横にあるのが炭酸水メーカーですね。カーボネーター3、夏はヘビーローテーションでしたね。めちゃくちゃたくさん炭酸水作って飲みました。水を入れたボトルをここにねじ込みまして、横のハンドルを下げることによって簡単にね強炭酸水が作れるというものです。でその横にあるのがコーヒーグラインダー、カリタのナイスカット G。 コーヒー豆を安定して均等にね引けるのでずっと使い続けてます。でその奥にあるのがヤマゼンの電気ケトル EGL-C1281。 1度単位でお湯の温度を設定できる電気ケトルってもう本当に僕の生活には欠かせない電気ケトルですね。あとはコーヒー豆を入れるトレーであるとかコーヒースケールとか、こういったものをここに置いています。このコーヒーコーナーの前に立てば美味しいコーヒーが毎日入れられるというね理想的なコーヒーコーナーが作れました。で上の部分には同じく無印良品の壁につけられる家具をこのようにつけまして、一番下の段はこんな感じでよく使うコーヒードリッパーを置いてます。
一番使うのはこちらのねハリオの V60 の台湾の限定モデルですかね。このオレンジカラーが好きすぎて台湾から取り寄せました。あとこちらはカフェキツネのスノードーム、あとはコーノの名門ドリッパーとカリタのウェーブドリッパーですね。で真ん中の段にはコーヒーキャニスターの中にコーヒー豆を入れて置いています。このグローカルスタンダードプロダクツというねツバメ印のキャニスターの中にこんな感じでコーヒー豆を入れています。でそれぞれのキャニスターにどの豆が入ってるかっていうのをこのようにねフレーバーカードをテープで留めて分かるようにしています。で一番上の段にはお気に入りのオブジェをこんな感じでね置いています。こたつくんフィギュアもあります。そうだ、ステンレスユニットシェルフの下段も紹介しておきましょう。ここにはね最近あんま使ってないドリッパーなんかは一旦ここに入れています。あとはここにマグカップをいくつか入れているのと、こちら側にもマグカップを入れています。このエコパークポテリンのねちょっと溶けたようなデザインのマグカップとかお気に入りですね。ちなみにこのバスケットも無印良品のバスケットです。ステンレスバスケットみたいなやつですね。同じ無印良品の棚に入れているのでシンデレラフィットします。で一番下の段も紹介しますと、こちらね全部コーヒー豆です。9月にコーヒーの祭典のね SCAJ に行ってきまして、コーヒービレッジで日本中のコーヒー豆も全部で2キロ分ぐらいですかね買ってきてしまいまして、ここにね飲みきれなくてストックしています。もう今年いっぱいコーヒー豆は買わなくてもいいぐらいにね買ってきました。はい、コーヒーコーナーはこんな感じですかね。続いてキッチンスペース紹介していきます。キッチンはサクッと紹介していこうかなと思うんですけど、まずはこちらですね。サンコのラクアミニプラスという食洗機ですね。ほんとこれを使い始めたことで食器洗いがねめちゃくちゃ楽になりました。一人暮らしだったらほんとこれで十分ですね。もう単体レビューもしてるので気になる方はよかったらねぜひ見てみてください。でその横には最近買ってよかったものでも紹介した珪藻とトレー付きの水切りバスケット。こんな感じで珪藻とトレーが水をね吸収してくれるのでキッチンが水浸しにならないねとても使いやすいバスケットです。であと IH コンロの横に立てているこちらの黒いパネルなんですけど、これがね山崎実業のスチールパネルなんですが、このキッチンの壁がマグネットがね付けられない壁だったので、山崎実業のマグネットのカトラリーケースとかをね付けたかったので、このスチールパネルを立てることでその一面をねマグネットが付けられるような環境にするというね便利アイテムです。これのおかげで山崎実業のマグネット対応の棚であるとかそういったものをたくさん取り付けられるようになって、キッチンのね収納力が格段に上がりました。で同じように冷蔵庫とこのヘルシオの間に置いているこの黒い棚、これも山崎実業のキッチン家電下引き出し&スライドテーブルというもので、引き出しがついているのと、その下には引き出せるテーブルがついてるんですね。なので料理中とか食器とかね食材を一時的に置きたいなとか思った時に、この冷蔵庫の上の狭いスペースにさらにスライドテーブルを出すことによってここにね食器を置いたりすることができます。キッチンの狭いスペースを有効活用できる素敵なアイテムですね。さすが山崎実業さんといった感じです。でキッチンねほんと山崎実業のアイテムめちゃくちゃ多くて、これもね片手でキッチンペーパーが切れるキッチンペーパーホルダーであるとか、あとはラップホルダーとか、その下にはウェットティッシュのケースとかそういったものも使ってます。そうだ、あとこの奥のケース、これ山崎実業全然関係ないんですけど100均で買ってきた書類ケースなんですけど、これ良くないですか？この書類ケースに高さの違うフリーザーバッグを立てて収納しています。こうすることでフリーザーバッグ取り出しやすくなりますし、小スペースで収納できるので、このアイディアね我ながら良かったんじゃないかなと思ってます。あとキッチンにはバルミューダザトースターとか、その横にはプロテインシェーカーとか置いてますね。でその下にはこたつのフードとか、あとはプロテインとかねこんな感じで置いてます。あとキッチンの足元はこちらもねマイトンのラグを使っています。コントラストというラグですね。横幅160センチかな、横長のラグを使ってます。これもデザインすごい好きですね。でキッチンの横に扉があるんですが、こちらの扉の中にはこのようにドラム式洗濯乾燥機を入れています。アクアの DM10R ですね。こんな感じでクローゼットタイプのかなり狭い洗濯機置き場だったので、ここに収まるドラム式洗濯乾燥機ってかなり限られてしまって、もう最終的にはこれ一択になってしまったんですけど、こちらね単体レビューもしていますが、今のところねめちゃくちゃいいなと思ってます。本当に生活変わったと思いますし、簡単に大容量の洗濯ができるので大満足ですね。これはね本当買ってよかった。もう今年買ってよかったものナンバーワンはこれなんじゃないかなって感じになってますね。でその先が廊下になってるんですけど、こちらにあるものも紹介していきましょう。まず頭上にはね美隠し田が敷き詰められています。小株中株の美隠し田が中心です。
その下にはモンステラのホワイトタイガー。最近この白い部分の多い葉っぱがね展開することが増えてきましたね。でこちらにも先ほどと同じサイズの出窓があるんですけど、ここにはねこのコメリの棚を2つ置いて、その上で大株のアガベなんかを育てています。でこの棚の上には植物育成ライトとかサーキュレーターとかもつけてるので、もうここで育成していけるんですけど、今はアガベしか置いてないですけど、そろそろ寒くなってきたので屋外管理しているマダガスカル系のパキプスとかパキポディウムとかそのあたりを取り込んで室内育成していこうかなと思ってます。ここに置ききれるか不安なんですけど、どうにか敷き詰めていこうかなと思ってます。で廊下のこの足元にはヘイのドッグボール S というのを置いています。こちらはこたつが水を飲む用のボールですね。ヘイらしいカラフルなデザインでとても見た目も可愛いです。でこの床なんですけど、こたつがすごい勢いで走り回るので股関節とか痛めてしまうと怖いので、このね参考のタイルカーペットというのを敷いています。30センチ30センチのタイルタイプのものをこう敷き詰めてるんですけど、置くだけでしっかり吸着してくれてずれないし、後から張り替えとかもできるのですごい使いやすいタイルカーペットだなと思いました。実際この上をねこたつすごい勢いで走り回ってますけど、全然滑らないし、こたつのね足腰の負担がほとんどかからない状態で走れてるんじゃないかなと思います。ワンちゃんと暮らしてる方にねこれすごいおすすめです。そうだ、今日紹介するものの一部は概要欄にリンクも貼っておきますので、気になる方はねこちらもリンク貼っておくんでチェックしてみてください。このタイル貼ったことでねこたつが今まで以上にアグレッシブになってしまってるんですけども、滑ってね怪我するよりは全然いいかなと思って貼ってよかったなと思ってます。おすすめです。このねこたつの下にあるラグ、こちらはオールグッドフラワーズの花柄のラグですね。これもカラーリングとかデザインめちゃくちゃ好きです。続いて洗面台周り紹介していきます。この洗面台はこうタイル張りですごいね可愛らしい洗面台だったので、せっかくなんでねちょっとホテルライクになるようにいろいろと工夫をしてみました。まずこのスキンケアアイテムなんかをザラホームで購入した大理石トレイに並べてみました。これちょっとねコルクっぽくも見えるんですけど、しっかりね重厚感のある大理石ですね。割と重いです。こうトレイにボトルなんかを並べるとねすごいまとまりが出て一気にホテルライクな感じになってきますよね。でこの奥のチューブが入ってるこの筒状のもの、これも同じザラホームで購入した大理石トレイのシリーズですね。こちらにはヘアワックスを立てて使ってます。でスキンケアはもう無印良品のこのスキンケアシリーズずっと使ってますね。全幅の信頼を置いてます。あとはこのバウムのヒノキオイルであるとか、こちらは金木犀の香りがするトラックオイルってやつですね。であとこちらにフェイスタオルを2枚丸めて置いてるんですけど、これはアイフィーのフェイスタオルですね。このバスケットも無印良品のステンレスバスケットです。フェイスタオルもこんな感じで丸めて置いておくとねちょっとホテルライクな感じになるんじゃないかなと思います。しかしねこのアイフィーのフェイスタオル、バスタオルもそうですけどほんとふかふかでね使い心地いいです。めちゃくちゃお気に入りです。あとこちらにはイデアコのマウスウォッシュディスペンサーを置いています。モンダビンのオートディスペンサーとかも使っていたんですけど、利便性は若干欠けますがデザインがやっぱり圧倒的にこちらの方が好きなのでこちらに入れ替えました。あとイソップのハンドウォッシュと、こちらがソニックケアの電動歯ブラシですね。でこれらもこの Amazon で買った大理石トレイに置いています。こんな感じでねちょっと質感のあるトレイの上に並べておくだけでも一気にねちょっとホテルライクな感じになるんじゃないかなと思います。ソニックケアの下にもこの正方形の大理石トレイを置いてますね。ただ置くよりねちょっと格上げされた感じになるんじゃないでしょうか。あとこのコーナーも紹介していきますと、僕が世界一美味しいと思ってる歯磨き粉、マービスの歯磨き粉を立ててるのがこれもイデアコのスタンドですね。ここに歯磨き粉とコームを立てて置いてます。あと楽天で買ったこのベージュのちょっとこの韓国風な置き時計と、あとは IKEA のこのガラスドームの中に石を入れたオブジェと、それらが載ってるこちらはケーブルボックスですね。この中にコンセントとか全部まとめて入れてます。なのでコンセントが見えにくくなってます。あとこちらはティッシュケースですね。これもこの一角にはこういったタイプのティッシュケースが合うんじゃないかなと思って取り入れてみました。あと壁にこういう風にねテスコムのドライヤーをかけています。このドライヤーホルダー、こちらもね山崎実業のものでピンで壁に取り付けることができるので、ドライヤーをね高い位置に置いておくことができます。ドライヤーのコードがね下に垂れると足を引っ掛けてしまったりするのが危ないので、高い位置にドライヤーを固定できるようにしましたが、これもね使ってみてよかったですね。で足元にはこちらもマイトンのラグを敷いているのと、あと毎朝使っているアンカーのユーフィースマートスケール P3 ですね。体組成形。あとは楽天で買ったプラスチック製のランドリーバスケット。あと
そうだ、この洗面台の鏡の下のライト、これもね Amazon ベーシックのテープライト貼ってるんですよね。もともとここにはライトはついてなかったんですけど、この下を照らすねライトがあるだけで一気にホテルライクな感じになるかなと思って後からねつけました。どうですかね、こんな感じで消えてるのとつけてるのだとちょっとつけた方がね少しホテルライク感がアップするんじゃないかなと思います。こんな工夫もしてみました。続いてトイレ周り紹介していきましょう。トイレの横には山崎実業のスリムワゴンを置いていて、この中にねトイレットペーパーのストックとかトイレの洗浄スタンプとかね入れたりしています。あとこちらのボトル、これはイソップのポストプードロップというトイレを使った後に 1,2 滴水に垂らすことで消臭効果があるというねポストプードロップ、これを置いてます。あとトイレの上の部分にこう棚があって、ここにもファットラバーとかねいろいろ置いてるんですけど、この一番左側のディフューザー、こちらはクルティのディフューザーを使っています。すごい柔らかい華やかな香りでトイレスペースがとても心地いい香りに包まれます。続いてベッドルーム紹介していきます。こちらベッドルームなんですけど、そんなにね広くはないので、このダブルベッド入れたことでねほぼこれが占有してしまってる感じにはなってます。でベッドフレームは無印良品のタモ材のベッドフレームを使っています。これ今もね多分廃盤になってしまっていてもう手に入らないかもしれないんですけど、めちゃくちゃお気に入りです。でマットレスは以前ね単体レビューもしていますけど、コアラマットレスブリーズというのを使っています。もう長いこと使わせていただいてますけど、めちゃくちゃ寝心地いいですね。もう他のマットレスには変えられない、それぐらいに寝心地のいいコアラマットレスで、このマットレスがね非常に寝心地良かったので枕もねコアラのものに買い替えました。こちらがコアラのリフレッシュピローですね。これはね通気性が非常に良くて夏でも寝苦しくない非常に快適な枕ですね。あと掛け布団なんですけど、今はこちらのマイトンのオールシーズンブランケットというのを使っています。ガーデンというデザインですね。これ表側はサラサラしてますけど、裏側はね起毛になってるので、今みたいにね少し寒くなってきた時期でもこれ1枚かけてるだけでもね結構暖かく夜をね過ごせます。ただねそろそろもう夜は寒くなってきましたので、こちらのねコスモダウンを使うことも増えてきましたね。こちらも以前案件で紹介させていただいたんですけど、すごい薄いのにめちゃくちゃ保温効果のあるコスモダウンという羽毛布団ですね。これ1枚で冬は越せます。めちゃくちゃ暖かい。で枕元にはドロワラインのムーブロットをこう置きまして、でそこにねトレをつけることでこう寝る時にスマホを置いたりとか飲み物を置いたりとかしてますね。あとこの下のシェーカーボックスの中にはリモコンとかちょっと細々したものをまとめて入れています。枕元でねこのムーブロットを使うとね非常に使い勝手いいなと思いました。あとベッドの上のところにはこちらにも無印良品の壁につけられる家具をつけまして、ここにベルキンのブーストチャージプロを置いて Apple Watch とか AirPods Pro とか、あとねもう1台ランニングする時用の Apple Watch あるので、こちらもねまとめて充電しています。あと普段使ってない iPhone 15 Pro をこのように時計として使ったりもしています。あと上の段にはメガネとかサングラスとか置いてます。でベッドルームにはこのこたつのケージもあるんですけども、寝る時とかはね今はまだこたつはケージに入れて僕はベッドで寝るって感じなんですけど、目が届くところにケージがねこういう風にあるので安心ですね。でケージ周りの便利アイテムなんですけど、これもね山崎実業のペットケージ上ラックというのがありまして、こんな感じでペットケージをまたぐように置けるラックなんですね。でこの上にこたつのケアグッズであるとか置いたりとか、あとはトイレシートを変える時の作業台として使ったりとか、いろいろ使える、これをねこういう風にまたぐように置いています。でこたつのケージの上にはこうね先代のこたつの写真をね2枚飾っています。寝る時も目覚めた時も目の前に先代のこたつも見ることができるという、そういう位置に飾ってます。でこのこたつの写真の上のスペース結構空いてるんですけど、ここねプロジェクターで映像を投影するためにね開けています。でうちねベッドルームの天井のシーリングにこういう風にプロジェクターを取り付けていまして、このプロジェクターはアンカーのネベラカプセル3レーザーなんですけど、これをねこういう風に取り付けていて、ここから壁に投影するんですけど、こんな感じで結構大画面で投影することができるので、寝る時にこうベッドからこれを見ながら寝ることができます。ちなみにケージに目をやるとこんな感じでこたつも一緒に見ていることがよくありますね。最後にルーフバルコニーを紹介していきます。こちらがねうちのルーフバルコニーです。この前作業の動画もアップしてますけども、ニトリの人工芝を敷き詰めました。もともと普通のタイル張りのルーフバルコニーだったんですけど、芝生を敷いたことでめちゃくちゃ明るくもなりましたし、ちょっとしたドッグランとしてね使いたかったっていうのもありましたので、こんな感じに芝生を敷き詰めてみたんですけど、こたつも本当にいつもテンション高く遊んでくれてますね。この人工芝ね敷いてからしばらく経ちますけど、特にね今のところ困っ
ったことはなくて、大雨が降ったりした後もね水はけもいいし、今のところこれが原因で虫が湧いたりとかもなさそうですし、結構快適に使えてるんじゃないかなと思います。あとバルコニーの奥に置いているのが、まずはこちらがヘイのテラゾーテーブルですね。ラウンドタイプのテーブルです。気分転換でね屋外で作業とかしたいなとか思った時に使いたいなと思ってこちらのねテーブルを置きました。一応雨ざらしでも大丈夫な素材にはなってるんですけど、使う時にね雨水とかがね溜まってしまってる時があるので、そんな時はこのね山崎実業のスキージを使ってこうね水を拭き取って、でここに PC とか置いて作業します。でこの足元のねテラコタカラーの土台部分もねいいですよね。でこちらの椅子はこちらもね同じくヘイのパリセードアームチェアを選びました。これもねデザインがすごい好みなので、バルコニーに置くならこれがいいなと思いまして、こちらをね選びました。すごい好きなデザインです。結構ねこのパリセードアームチェアね座り心地もいいので、こんな感じでオープンエアでね長時間作業とかしていてもねそんな疲れないですし、何よりやっぱりねこう開放的な場所で作業できるっていうのはね心地いいですね。あとうちはねこんな感じで植物がものすごい数あるので、このルーフバルコニーを使って屋外環境で育成なんかもねしています。棚ごとに、ね、ある程度品種は分けておいていて、一番右側はねこうパキプスとかこう灌木系と言われるものをねメインで置いてますね。この辺りはねもう寒さに弱いので、もうそろそろね室内に取り込もうかなと思ってます。あとこの辺りはパキポディウムグラキリスとかですね、この辺りもね冬は弱いので室内に取り込みます。だいぶね寒さにも当たってきてこう紅葉してきて、そろそろ葉も落ちそうなので、いいコンディションで室内に取り込めるんじゃないかなと思ってます。で左側には中株のアガベをね並べています。アガベはね比較的耐寒性もあるらしいので、今年はね屋外で冬越しをねチャレンジしてみようかなと思ってます。こちら一応北側のルーフバルコニーなんですけども、最上階ということもあって日中はねかなり日当たりもいいんですよね。なのでこの春から秋にかけて思った以上にねこの辺りの植物ね屋外環境でもねかなりよく育ってくれました。あとバルコニーの一番奥にはこうキャンプテーブルを置きまして、これをね植え替え台として使ってます。この上でね植物の植え替えとかしてます。このスペースがあるだけでねかなり植物の植え替えとかはかどりますね。あと一番奥にはユーフォルビアとかサボテンとかねそういった植物を置いてますね。はい、ルーフバルコニーはこんな感じです。はい、そういったわけで今日は僕の部屋のルームツアーをしてみました。紹介ができなかったアイテムなんかもね多々あったかと思いますが、気になったものもしありましたら気軽にコメントで質問ください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこんな感じでライフスタイルの情報をいろいろお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。